クラウドとチャット GPT にね、手伝わせた話で、個人的に、AI とね、イチャイチャやるっていうところなんで、で、はい、自分は妖怪オロって言って、だいたいオロって呼ばれてます。ユニティでクライアントで、主にゲーム系ばっかやってます。で、何がどうしたかっていうと、個人開発結構やってるんですけど、残念ながらお友達が極端に少なくてですね、設計相談する相手がいないとか、構造とかね、机上の空論がめちゃくちゃ頭の中にボワーって出てくるのって全然あると思うんですよ。で、その机上の空論の中身って大体要件の見落としとか、構造ミスっていうのが、起こるわけですね。そこでね、AI にお願いできないかしらっていう感じでお頼みをしたのが内容になってます。でですね、今僕の開発では、見てもらっての通りですね、チャット GPT で要件の整理と、えーっと、こういう構造で穴がないかな、みたいな、机上の空論をちょっとかなり肉付けしていくようなことをやっていて、で、あとは設計の言語化なんですね。要するにその、何を作るにしても言語化しないとどうしようもないので、そこら辺をチャット GPT とやり取りをして、で、その後にここちょっと書いてないんですよ。その、チャット GPT の段階でプロンプト作って、クラウドを、クラインだかを経由して、まず、これでどういうプランになるかっていうのをチェックして、アクトして、えっと、勝手にというか、よく使ってもらうっていう、そんな感じです。なんで僕がやってるのは、プランとマネジメントをうまいこと AI にやらすことです。で、最近はちょっとデビンっていうのがいて、そいつが、この一種分解とレビューを、そうですね、コードのプロジェクトレビューがうまくいきそうみたいな話があって、ちょっと気になってます。で、なんですけど、そうですね、ここもそういう話ですね。そうそうそう。で、設計思想のマークダウン化はそうですね、人間がわかるものじゃないと困っちゃうので、メモだとか、そういうのをどんどん出力してもらって、で、ヤムルだとかで、クラウドに行って投げてってやってますね。あとセッションまたぎの話はちょっとこの後するんですけど、えっと、はい、その引き継ぎ資料もチャット GPT が頑張ってくれてます。で、クラウド君はですね、はい、GitHub CLI を使うとですね、いろんなことが全部できるんですよ。GitHub のすべてが。で、それをやってもらってます。テンプレートはね、そうそう、テンプレは作って提案化するんです。安定化させるんですけど、ここはあまり今僕も使ってやってないです。で、そうで、セッションが続かないセッションというかその1個のチャットって永遠に使うことができなくてですね、チャット GPT で1個質問をするじゃないですか。で、そのスレッドを、セッションって言うんですけど、それって永遠に使うことができなくって、それが最大 128K だったりするんですよ。で、それが起こると何が起こるかっていうと、そのセッション続けることができなくって、文脈の維持ができないんですよ。先日のアップデートで、そのセッション全部を参照するみたいなのができたんですけど、次のチャットに行っちゃうと、そこまで話していたことが全て忘れるっていう現象が起こっちゃうので、先ほど言っていた、このセッションまたぎを想定した初期化文っていうのが必要になってきます。で、クラウドの場合も、えっと、これ 200K ってちょっとでかいんですけど、でも 100K ぐらいになってくると、トンチンカンなことし始めるんで、50%ぐらいに抑えつつ、指示を出す必要が実はあったりします。これは、クラインのコンテキストウィンドウってところで確認できます。
そうですね、セッション継続のによって見えてるだけで、結構ね、振る舞いでね、あの、わかんないことはいっぱいあります。で、なので、構造で繋いでいこうって話なんですけど、要するにその、マークダウンとか引き継ぎシリーズを作ることによって、構造を、要するに再利用できる構造を作って、ヤムルとマークダウンを駆使しながら、マークダウンで人間のわかる要件定理をして、ヤムルで、クラインとか AI がわかる引き継ぎ資料を作る。で、そのプロンプトも、このどちらかの形式をやっておけば、もう間違いはほぼ起こりにくく、学習も効率も良かったです。そうですね。良かったね。その設計の曖昧さは人間側のメリットで、うん、なんかこういうことかやりたいんだけど、例えばグラフィックにしても、ダイレクト X 使いますって、じゃあ何がやりたいのみたいなことを指摘してくれるのはやっぱりでかいですね。で、履修分解はね、これは今ちょっとばらしてるんですよ。それでも、その、クラウド君がやってくれてる作業っていうのが、一個ずつ分解されて一生作業が進むので、そこが見れますね。で、あと難しい点は、テンプレがないとですね、みんな、新しいコンにしたいになっちゃうんで、はい、忘れっぽいというか、はい、もう忘れる前提というか、そうですね、もうブレる前提で、使用書と用途提示書は結局、人間も AI も必要だという話になっております。で、AI は設計はね、なれないけど、設計を支える、ものにはなれますし、セッションは連想っていうのは、すれちゃうし、永遠に使い続けることができないんで、こういう対策が、構造化の対策が必要ですよっていう話と、そうですね、設計は、意思をね、形成して形を伝える。要するに言語化しないと何もものは作れないという話ですね。はい。でそうですね、AI でやるのは、最近だと、メンタルだとかいろいろご相談に乗ってもらうんですけど、一人でね、悩まない壁打ちとしては最高の存在なんでね、うまく使っていきましょう。で、おまけはいろいろ作っているんですけど、これをと、ちょっと待って、大丈夫かな大丈夫かなよいしょすいません。で、おまけが、どこだっけはい、おまけはまたちょっと後でどこかで同意させていただきます。以上です。ありがとうございました。